どうもどうも皆さんこんにちは。テックスタイルのてるです。そして新年明けましておめでとうございます。2025年もですね、皆さんにとって有意義な情報を配信したりだとかですね、あとは不具合に関する改善方法など参考になるような動画をたくさん皆さんに情報共有していきたいなと思っておりますので、ぜひ今年もどうかテックスタイルチャンネルをよろしくお願いいたします。その上で今年一発目の動画としては、Apple 関連のニュースを皆さんにお届けしていきたいなと。やはり目玉としては、やはり Siri はユーザーの会話を聞いていた。この辺をね、じっくり皆さんにお届けできればなと思っておりますので、ぜひね、最後までこの動画をご覧ください。では、スタート。やっぱり Siri はユーザーの会話を無断で盗み聞き、録音していた。みたいなニュースが、年始早々ね、見たり聞いたりしたと思います。実際に僕のLINE のメッセージや X の DM でも何件かね、情報提供送ってくれたりだとか、質問メッセージを何件か来ておりました。もともとこの Siri の噂話、あとはちょっとした都市伝説、この Siri が盗み聞きしていて、普段会話しているようなワードが次の日、広告として表示されたみたいな、もともとそういった話ってありますよね。で、今回のこの年始早々の発表を受けて、やっぱり Apple は聞いてたんだ、みたいな、ちょっと結論まで言ってしまったっていうのは、今皆さんが思ってることだと思います。で、今回この動画では、確かにこれ無断で録音聞いていたっていうのは間違いないと思うんですけれども、ただ今現時点で、今この Siri が皆さんの会話を聞いている、録音しているっていうことはありません。これはもう変更されております。結構活字、ニュースとかで見ると、今も聞かれているとか、その聞いたワードが広告表示されているとか、いろんなところにね、発生していってると思うんですけれども、それはないと思ってください。で、もともとなんでこのね、ニュースが今発表されているかというと、しっかりニュースを見て、このニュースの中で、全体像を解説しているところって僕も結構探したんですけれども、ないんですよね。なんか盗み聞きしてるとか、無断録音しているみたいな、もうそこばっかりがフォーカスされているので、ちょっとね、別に僕は Apple をね、肩を持つわけではないんですけれども、正確な情報として皆さんにお届けできればなと思っております。これは2019年に、アメリカの方でね、集団訴訟があったんですけれども、ちょっとね、これ動画内で Siri って言ってしまうと、あっちこっちの僕の Apple 製品が起動しちゃうので、動画内では、ほい Siri にしますね。このほい Siri っていうと iPhone なり、ね、iPad、HomePod、パソコンとかね、起動するような設定にされている方は起動しますよね。ほい Siri っていうと。で、これ2019年に例えば自分の声、音声で言ったんであればいいんですけれども、皆さんも経験ありませんか？例えばテレビで、タレントなり芸能人がですね、何かほい Siri っていうと起動したことってありませんか？で、これ今はもうかなり少なくなってると思うんですよね。で、昔この当時2019年っていうのは、このテレビとかそういった自分の音声ではないホイシリで起動するのが問題だろと、これ誤作動だろっていうことで、アメリカの方でちょっと問題になりました。で、これは Apple の方でもその問題をすぐに認識をして、ここからが問題なんですけれども、Apple も独自で調査、問題改善するために、Apple の関連企業、関連会社にそれを指示を出しました。で、その指示した先で、例えば皆さんが、ほい、Siri って起動させたときに、その内容を会話であったりだとか、そういったものをユーザーに許可なくデータを吸い上げる、録音したり、聞いていたっていうのが今回の事件なんですね。で、これ2019年にもう Apple は分かったので、この時点で Apple は Siri に対するプライバシーの保護っていうので発表しております。で、これは、なんていうのかな、仕様も変わって、いわゆるユーザーから無断でそのようなことはしないですよっていうのも、もう早くに発表をしているんですよね。ただ今回はこの Siri が無断で録音、無断で会話を聞いていたみたいな、ちょっとショッキングなワードであったりだとか、そこをね、Apple がアメリカの方でユーザー側と揉めるっていうこともなく、和解として、1人頭2、3000円ぐらいだったかな、日本円で。で、それを人数で計算すると、およそ150億円ぐらいになるんじゃないかということで、結構金額だけが先走ってたりだとか、無断録音とかね、無断で聞いていた。ここはね、悪いことだからもうダメなことなんですけれども、今はそのような状況、設定にはなってない。そもそもね、その許可を取らずに勝手にやった、Apple 関連企業も悪いんですけれども、
今はそうなってないので、現時点で Siri を起動させて、ほい Siri で起動させて、その会話の内容が聞かれるとか、無断で録音されるっていうことはないっていうふうに思っていただければなと思います。実はもう一つ、Apple に対して情報が筒抜けになっているものがあります。これはですね、普通に皆さん iPhone で写真撮影とかしますよね。そしてその撮影した写真に皆さん位置情報オンにしてますか？それともオフにしてますか？簡単に言うとこれは EXIF と言われているもので、これ位置情報をオンにしている方、例えばね、iPhone の写真アルバム開いていただくと、その撮影した写真がどこで撮ったのか、どこで撮影したのかっていうのが一発でね、わかるようになってますよね。これは非常に便利な機能なんですけれども、昔はね、ちょっとこれが危険な時がありました。で、今は、例えばそれを LINE であったり、X にね、投稿したりだとか、SNS に上げたとしても、その撮影した写真に位置情報は含まれないようになっております。なので、ここは安心していいんですけれども、とは言ってもね、ユーザー側からの考えで言うと、そういった位置情報は知られたくないですよね。なので僕は意図的にここは位置情報をオフにしております。この便利な機能もね、特に必要ないのでオフにしているんですけれども、ここからです。iOS18.1 以降アップデートされている方は、iPhone で撮影した写真、Apple が許可を取らずにスキャンして撮影した写真の位置情報を取得しているっていうものがあります。これは iPhone の設定を開いていただくと、最新の OS であれば、一番下のね、アプリまで開いていただいて、アプリの中から写真。で、その写真の中から拡張ビジュアル検索っていうのが、いわゆるデフォルトでね、オンになってると思うんですよね。で、これをオンにすることによって、その情報が Apple に上がっていると言われております。なので、Apple に情報なんて渡したくないと思っている方は、この拡張ビジュアル検索を今すぐオフにしてください。おそらくね、ここも意外と知られていないことだと思いますので、そういった情報をね、不正に利用しようと、Apple がしているわけではないと思うんですけれども、ここをオンにすることによって、撮影した写真を、スキャンされて、位置をね、特定されているというふうに、思われても致し方ないのかなと思っておりますので、そういった情報も渡したくない方はオフにしておくことをお勧めいたします。では、今回の動画は Apple 関連のニュースを僕なりにちょっとね、解説をさせていただきました。この動画がちょっとでも参考になったよと思われる方がいらっしゃれば、高評価の方よろしくお願いいたします。では本日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。ではまた。